いいなしです。30歳を迎える長老カードゲーム&ボードゲームカルトセプト。古いゲームだしどうせ余裕っしょって舐めてたら想像以上だったので感想を共有します。まずは本作の概要。本作はシリーズ累計100万本を超えるボード&カードゲームカルトセプトの10年ぶりの完全新作です。2026年7月16日発売。発売元はネオスで開発元はグランディング。原作の大宮ソフトは今回監修での関わりです。一応ストーリーモードもあるのであらすじも3行で紹介すると、女神カルドラが作りし創造の書カルトセプト。そのかけらである石板を操る者がセプターと呼ばれる世界。バブラシカ大陸の王立学府セプトアカデミアに転入した主人公カムルは、その才能によりこのセプター隊へと導かれ、迫り来る王国の危機に立ち向かうっていう初代カルトセプトの前日譚となる話です。私はカルトセプトシリーズは未プレイで、ただカードゲームとしてはマジック・ザ・ギャザリングやファイナルファンタジートレーディングカードゲーム、ボードゲームとしてはモノポリーとか、あと頂きストリートの派生作品であるダイス・デ・チョコボとか、あとはアグリコラとかドミニオンとかカタンといった有名どころは触ってるので上手くはないけど比較的やり慣れてる方です。何十年もカルトセプトの名前だけは聞いてたので、今回新作の発売を機にプレイしてみたって経緯です。対応ハードは現時点ではスイッチ2、スチーム版が別途発売予定です。価格はスイッチ2版で7480円。私はスイッチ2版でストーリークリアまでプレイしてます。プレイ時間は18時間。ゲームレビューサイトメタクリティックのメタスコアはスイッチ2版で78です。概要は以上。で、私の感想を共有するにしても、この手のゲームはルールがある程度分かってないとシンクロしようがないので、ルール説明、私の感想って流れて紹介します。まずルール説明。モノポリーやイタスト履修者の方は大体同じルールをイメージすれば OK なんですが、決定的に違う部分もあってそこがポイントなので意識しながら聞いていただければと思います。基本的には複数人の個人戦です。勝利条件としては、相馬力が一定値以上上回った状態でスタート地点である白に最初に戻った人が勝ち、各ターン出目が8まであるダイスを1回振って出目だけボード上のマスを進めます。ボード上ぐるぐる回っていくつかある砦を通過してから白に戻ると魔力を獲得できるので、基本的にたくさんスピーディーに回った方が得です。で、道中のマスに止まった時は自分のクリーチャーをそのマスに置くことで自分の領地にできます。領地にも価値が設定されていて、それも相馬力の一部に加算されます。ちょっとここややこしいんですけど、相馬力と魔力は別で乱暴なんですが、相馬力は資産、魔力が現金みたいな感じです。魔力を100使って価値120の領地を獲得したら魔力としては100減るんですけど、相馬力としてはむしろ20増えるっていう構図です。領地にもレベルがあって、一度領地を獲得した後に追加で魔力を払うとレベルが上がって領地の価値も増えるので相馬力も増えます。それと同じ色のマスを複数領地にすると連鎖が発生し、それぞれの領地の価値も上がるので、領地そのもののレベルを上げるか、あるいは同じ色の領地をたくさん取るか、これが相馬力を上げるための基本的なアプローチです。で、他人の領地を踏んじゃった時はおとなしく一定魔力その領土主に支払うか、あるいはその領地に陣取ってる相手クリーチャーに自分のクリーチャーをけしかけて戦うか選べます。戦う場合はシンプルな戦闘が始まります。AT が攻撃力で HP は HP です。まず侵略側のクリーチャーが AT 分だけ相手の HP にダメージを与えて、もし防衛側のクリーチャーが生きていたら同じことを侵略側にやり返す格好です。ただし侵略側も防衛側も手持ちのアイテムを一つ使えるので、それによって HP が増えたりとか色々作用するので、その点はじゃんけん要素になります。防衛側のクリーチャーが破壊されれば侵略側の勝ちで、防衛側のクリーチャーが破壊されなければ侵略側のクリーチャーが死のうが死にまいが防衛側の勝ちになります。もし侵略側が勝った場合はその領地を乗っ取ることが可能で、侵略側が負ければおとなしく魔力を払うことになります。なお言い忘れたんですが、ダイスを振る前に1人各ターン1回だけスペルが使えます。例えば出目を8に固定するとか、相手の盤面上のクリーチャーを弱体化させるとか、効果は色々です。大まかな説明は以上で、ここまでカード要素が一切なかったんですが、映像見てれば察しはつくかと思いますが、今説明に出てきた3つの要素、マスに配置して領地にするためのクリーチャーとの戦闘時に支援するアイテム、各ターン1回だけ使えるスペル、この3つが全部カードになっています。具体的にはゲーム開始時にブックから5枚のカードを引いて、各ターン開始時に1枚カードを引くので、クリーチャーを領地に置くにもアイテムやスペルを使うにもその手札に持ってないとダメってことです。ちなみに手札は公開情報で、お互いの手札は確認可能です。というわけで、せっかく秋マスに止まったのにクリーチャーカード持ってなかったから自分の領地にできなかったとか、相手今アイテムカード持ってないなっていうことは、相手の領地のこのクリーチャーは自分の手持ちのクリーチャーで倒せるわ、じゃあ領地止まっても怖くないなとか、そういうことが発生します。ブックは40枚構成で戦闘開始前に自分で組みます。同じカードは4枚まで入れられます。細かい部分は省きましたが、ルール説明は以上です。どこが決定的に違う要素かお分かりでしたでしょうか。その話も含めてここから私の感想です。まず結論、面白かったです。マンカラっていう紀元前からプレイされてる世界最古のボードゲームがあるんですけど、それってルールシンプルで先行だと必勝法があるようなゲームなんですね。なので間もなく30年迎えるカルドセプトもカード&ボードゲームとしては古参かもしれないけど、どうせシンプルなんでしょ。今遊んでも面白いかってのは別だよね。いずれにせよさっき言ったプレイ歴を持つ私がどこまで楽しめるのかねなんて舐めた態度で挑んだらとんでもない。むしろモノポリーとかイタストは結果的にこのゲームを簡素化したものになってるなって見方になりましたし、その
複雑さが私の能力で許容できるギリギリに収まって私にはめっちゃ刺さりました。モノポリーとかその辺のゲームと違うルール2点がまんま面白さに繋がってると思っていて、まず一つは分かりやすくカードゲーム要素が足されてるところ。例えばこのステージは敵が自分に出目が1固定になる邪魔スペル使いがち。じゃあそのスペルの効果を打ち消せるよう出目8固定になるスペルをブックに1枚差ししとこうとか、空きマスに止まったけど今手元にクリーチャーが1枚しかないけど、でもこれ魔法属性ダメージを与えるクリーチャーなんだよな。物理攻撃無効のクリーチャーに進行する時用に温存しとくかとか、相手が今持ってるこっちのアイテムを無効化させるっていうアイテムがうざすぎるので、一旦わざとどうでもいい敵領地に進行してこっちが適当にアイテムを使って相手のアイテムを使わせようとかがやってることがまさにカードゲームの駆け引きのそれで、うまく目論みが実った時の気持ちよさは健在です。ブックが40枚と少なめで、しかも同じカード最大4枚差しできるので再現性が高くて、自分のブック構築が良くも悪くも戦況にダイレクトに影響を与えるのもポイント高いです。で、あとこういうゲームって進めていく中で結局〇〇ゲーじゃんみたいな強いカード見つけてそれ振り回すことになりがちなんですけど、少なくとも私の力量では最後まで明確な壊れカードあるいは壊れ戦略を見つけられなかったです。それだけバランスがいいってことですね。で、このカードゲーム要素があることによって生まれる駆け引きの面白さっていうのは、事前予想の範疇っちゃ範疇だったんですが、もう一個完全に予想外で面白かった私が知ってるゲームとのルールの相違点があって、さっきの説明で気づいた方もいると思うんですが、敵領地に停止しちゃった時に支払いが確定じゃない点、これ味わい深い。モノポリーとかイタストって敵領地に止まるとまずその敵への支払いは絶対しなきゃいけなくて、でイタストだとその上でさらに割増しで支払うことで領地を奪い返すか選べます。たださっき言った通り本作は手持ちにクリーチャーがいればそのクリーチャーでバトルすることが選べて、でかつと支払いがないどころか領地までノーコストで奪えちゃいます。でしかも本作は侵略側が基本先行なので侵略側有利です。というわけで割と軽率に奪えちゃいます。イタストとかのルールだと現実世界と同じで、手元に現金残してるだけだと何も富は生まない一方で、どっかの領地に増資しておけばそこで止まった敵から金を奪える可能性が生まれる都合上、割とラフに増資した方がいい認識でいます。ただ領地のレベルアップが徴収額の増加に必ずしも直結しない本作のルールだと全然そんなことなくて、なんなら半端に領地レベルアップしたけど領地にいるクリーチャーがクソ雑魚で結局相手に侵攻されて奪われちゃって、レベルアップに必要とした分の魔石がおじゃん、それどころか奪われた分ドマイナスみたいな安易なレベルアップが咎められるシーンが多々あります。相手が都合よく自分の領地に止まらないと進行できないんだからそんなビビることなくねって思うかもしれませんが、そんなことはなくて、さっきルール説明では省いたんですけど、ボード上にいくつかある砦とかに止まると同じ色のマス上にあるクリーチャーを自由に移動させられるんですね。だから例えば特定の赤いマスにめっちゃレベルアップした価値の高いマスがあるわ、じゃあ別の赤いマスにある俺のクリーチャーそこにけしかけて奪ったろみたいなことができちゃうので、必ずしも奪いたい領地のマスぴったりに止まる必要がありません。これがなおのこと進行側有利の状況を加速させてます。なのでレベルアップするにしても今この領地本当にレベルアップしていいのか、例えば今この領地にいるクリーチャーは強いかとか、あるいは強くないにしても手持ちに防御系アイテムが充実してるから当面は領地を奪い返されそうにないかとかっていう吟味が必要になってきます。ここに緊張感があるのがまず面白い。でこの仕組みの何が素晴らしいって一発逆転の目も残ることなんですよね。特定の領地をレベルアップしても割とラフに奪われるので、今回説明してないルールなんですけど、同色のマスをたくさん取って HP ボーナスを得るとか、領地のレベルアップも均等にやるとか、そういう手堅く進めていく戦略の方が王道っぽいんですけれども、でも自分が不利だなって思った時に相手の高い領地を奪って相馬力一気に奪い返すとか、そういうパワープレイが狙える点が面白いです。で別に自分が不利じゃないって時も、例えば相馬力8000目標のステージで自分の今の相馬力は6000で、あと2000貯めるには 5,6 ターンぐらい必要なんだけど、敵も相馬力5500ぐらいあって油断できないな。あれ待てよ、今俺のこのマス一気にレベルアップしたら8000届くな。自分と城までの距離まだちょっとあるけど、ワンチャン奪われないことに期待してレベルアップしちゃうかみたいな近道の誘惑に駆られるシーンもあります。その誘惑に負けて奪い返されて逆転して死ぬことも多々あったんですけど、いずれにせよ敵領地に止まった時のルールが一つ違うだけでここまで別ゲーになるのかって感心したのと、そのルールによって生まれる駆け引き、誘惑、ドラマがあって面白かったです。面白かった点2点の説明は以上です。でここからは本作の弱点というか特性として認識しといた方が良さそうなやつを2点紹介します。1点目、このゲーム難しいです。それ当たり前で、イタストに対して今話したような追加の駆け引きと、あとカードゲームのデッキ構築、運用要素っていうのが足されてるんだから、それはむずいに決まってる。マジック・ザ・ギャザリングのリミテッドルールでデッキを組むときは土地が17枚がベストだとか、クリーチャーカードの召喚コストについてもバランス良くなるように、いわゆるマナカーブを意識したデッキ構成にするのがベストとか、そういうデッキ構築のお作法があると思うんですが、本作もクリーチャーカードが少なすぎるとそもそも領地広げられないよねとか同じ話があるんですけど、そのあたりの考え方はカードゲーム経験者じゃないと適用するまで苦戦しそう。クリーチャー、スペル、アイテムについても効果がほんと多岐にわたって、バランスはいいとはいえどうっすら強いカード
弱いカードがあるんですけど、そこの見極めも当然やらなきゃいけないし、で、そこにイタスト的なボドゲ要素、相手のどの領地を潰した方がいいかとか、万が一敵の領地に止まっちゃった時に備えて手持ちの魔力をどれだけ残しといた方がいいかとか、そういう思考も単純に上乗せ求められるので大変です。で、公開情報が多いってのも厄介で、特にバトルの時が大変。よし、この敵領地、今の戦力なら奪えるよなと思って喧嘩ふっかけたら、使おうと思っていたクリーチャーには攻撃力アップアイテムが使えない制約があるの見落としてて死んだとか、相手のアイテムカードがないから勝つると思ったら、相手クリーチャーの特殊能力で他のクリーチャーを捨てることで能力値を上げられるっていう能力があることを見落として死んだとか、どう考えても防衛できるよねと思ってアイテムカードケチったら、全然関係ないマスにいるクリーチャーの攻撃力アップ能力を見落として死んだとか、とにかくミスりまくります。で、しかも今時のゲームにありがちな難易度変更とかもないので、ボードゲームもカードゲームもあんま経験がない人が本作プレイしたら結構しんどいんじゃないかなと思いました。なのでそういう人が手出すんだったら、よしやるぞっていう腕まくりをした上で手を出すことをお勧めします。特性1点目は以上です。で、もう1点の特性、言うてなかなかの運ゲーです。事前のデッキ構築なりプレイ中の駆け引きなり、自分の判断を介在させられる変数が増えてる都合上、実力が直結されるのかと思いきや、そうなんだけどとはいえ運にも振り回されがち。象徴的なのがダイスで、例えばモノポリーはダイスを2つ振るので、一番多い出目は7が一番多くて、次いで5と8、次いで4と9みたく出目は三角分布になるので、分散自体は少なめです。で、イタスト派生作品のダイスでチョコボであればシンプルな6面サイコロです。一方で本作はシンプルな8面サイコロなので、例えばひとたび自分の出目が1、2とかで相手の出目が7、8とかになると、進める距離ひいては獲得できる魔力に大きな差が生まれます。それにゲーム最初に引く手札も5枚で、しかも引き直し、いわゆるマリガンもないので、こんなやってらんねえよみたいな手札もたまに出てきます。ただカードゲームボードゲームやってる人には釈迦に説法なんですけど、そういう運要素って例えばダイス2つ使えるスペルを使ったら88が出たとか、敵がクリーチャーカード引けずに事故ってる間に領地獲得できまくったとか、いい方に跳ねると脳汁が出る要素にもなるし、将棋型のような完全実力型から遠ざけてくれるから、多少雑なプレイをしてもコンピューターに勝てるっていう優しさがあるとも言えます。なのでこのゲームの難易度やランダム要素の程度がいいとか悪いとか言うつもりはなくて、結構難しい、結構運も絡む、その2点を押さえた上で変に頭沸騰しないように取り組むことをお勧めします。そんなところです。で、ゲームの特性ではなく弱点ってところで考えると、ほとんどなくて、強いてあげるんだったら UI。デッキ構築画面で直前で入手した新カードが上側にまとめて表示されるようにしてほしいとか、対戦中そのマスに止まるとカード1枚買えるショップっていうのがあるんですけど、そのショップでラインナップされたカードに無属性のクリーチャーを破壊するっていうカードがあって、じゃあ今ボード上無属性のクリーチャー誰がいるかなと思って見ようと思ったら見れなかったとか、ちょくちょく引っかかる要素はあったんですけど、でも全体的にはごっちゃごちゃになりがちな情報をうまく整理できてるかなと思っています。以上、長く愛されてるゲームはちゃんと面白いっていうのと、あと何より想像以上にちゃんと難しくて、その辺土地勘ない人は気合い入れてやってね。私のおすすめ先としては、カードゲーム好き、ボードゲーム好きの方でどれぐらいスムーズに攻略できるかチャレンジしてみてほしいのと、このゲーム性にどんな感想を抱くか聞きたい、そう思ったゲームでした。プレイ済みの方、感想やお気に入りのカードを教えてください。未プレイの方は好きなカードゲームやボードゲームを教えてください。今後も皆さんが自分に合うゲームと出会えるよう、新作ゲーム片っ端からプレイして面白かったやつもって思ったやつも紹介していきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつげなし。